未来兵器の代表ともいえるレーザー兵器。実は近年の技術進化ですでに現実のものとなっています。日本も含め世界各国で開発競争も始まっていて、試作段階で実戦投入する国もあるほどです。それほどまでに現代戦では重要な迎撃手段として注目されているわけですが、しかし一方で各国はミサイルなど既存兵器の代わりにはしないという方針で一致しているのです。つまりレーザーはミサイルや機関砲などの補助兵器であるという考えです。なぜ現代戦で重要とされているのにミサイルの代わりにはならないのか。今回はレーザー兵器が抱える弱点とそれでも必要とされる理由、そして各国が目指すレーザー兵器の未来まで詳しく見ていきます。まずレーザーの本質や弱点を話すには、なぜ今になってレーザーなのかというのをお話ししなくてはなりません。というのも、実はレーザー兵器が初めて戦場に登場したのは今から20年以上も前のことです。米軍がイラク派遣で地雷などの爆発物処理に使ったのが戦場で使われた初の事例と言われています。しかしそれ以降開発は進まず、各国もそこまで重視していませんでした。それが今、一例でもこれだけの国がレーザー開発を進めています。なぜ今になって開発競争が始まったのでしょう。その理由となったのが現代戦特有の安価な無人機の脅威です。ドローン戦争の幕開けと言われた2020年、ナゴルノカラバフ紛争以降、戦場では無人機による攻撃が頻発するようになりました。ここで問題となったのが、数十万円程度の安価な無人機を数千万円もするミサイルで迎撃しなければならないという経済的な問題です。戦闘に勝ってもコストで負ける、この構図が目立ち始め、各国の防衛関係者たちを悩ませてきました。そこで注目されたのがレーザー兵器です。レーザーにも様々な種類がありますが、現在主流となっているのは電気を動力源としたレーザーです。そのため一発あたりのコストは電気代のみ数百円から数千円程度と言われています。これなら100機の無人機が押し寄せてきてもコストで負けることはありません。また既存兵器にはないメリットもいくつかあります。例えばレーザー光線は光の速さです。照射した瞬間に着弾するので回避はほぼ不可能です。相手側も気がついたらやられていたという状態になります。ちなみに実はレーザー光線は目には見えません。たまに映画やアニメなどではレーザー光線を避ける描写がありますが、そういった回避行動も理論上はできないのです。また電力で攻撃するので弾切れという概念がないことや、弾薬置き場が不要なのも大きなメリットです。艦船や車両など設置スペースが限られる環境でもレーザーは理想的な装備と言えるのです。実戦による世界初の無人機撃墜例は2025年と割と最近の話です。25年5月、武装組織ヒズボラが飛ばした多数の無人機を当時まだ試作機だったイスラエル軍のレーザー兵器アイアンビームが撃墜した事例です。この功績が決め手となってイスラエル軍では世界に先駆けて完成モデルの正式配備も始めましたが、この時軍関係者は興味深いことを話していました。それが既存の迎撃ミサイルと置き換えるものではなく、使い分けるハイブリッド運用で防空効率を高めるというものです。米軍でもこれまで多くのレーザーを開発し、24年には無人機との初の交戦事例も発生しました。しかしやはりミサイルなどと使用する補助兵器というスタンスを貫いています。これは日本を含めレーザー開発を進める多くの国でもやはり同様の意見となっています。なぜレーザーは主力兵器になれないのでしょう。その答えとなるのがアニメや SF では見ることができないレーザー兵器の弱点にあります。ここでは大きく3つに分けて説明します。まず1つ目は撃破するまでの時間です。レーザー兵器とは当たれば爆発するものではなく、光の熱で金属すらも溶かすというものです。逆を言えば
虫眼鏡と日光で髪を焼くあの実験のように同じ箇所に光を当て続ける必要があるのです。といっても多くの試験ではだいたい2秒から10秒程度のようですが、やはりミサイルと比べればその差は歴然です。しかもこの後紹介しますが、他の弱点によってもこの時間はさらに伸びます。そのため少しでも早く破壊するために狙う場所もピンポイント差が求められていて、例えば小型ドローンならバッテリーやカメラを狙ったり、大型無人機なら翼を切って墜落させるといった戦法です。敵との相性、つまりレーザーの出力や目標との距離、素材などによっては当たった瞬間に爆発するパターンもあるようです。しかしどんな敵が来るかわからない戦場ではそんなことは期待できません。つまり簡単に言えば一刻の猶予もない緊急的な対処には不向きなので、やはりミサイルとのセット運用が望ましいです。レーザー兵器の開発はミサイルに比べればはるかに高い技術力を必要とします。しかしレーザーには現代技術では解決できない最大の弱点と呼ばれているものがあります。それが2つ目となる天候の話です。実はレーザーは雨や霧、雪や砂ぼこりなど大気の状態に大きく影響されます。これらがレーザー光を遮ったり散乱させたりするため威力が低下したり、場合によっては照射そのものが難しくなるのです。例えば中国製レーザーを砂漠地帯で使用した例では、まず無人機を捕捉するための弱いレーザーを放ちますが、この時点で埃や砂に阻害されたといいます。さらに攻撃用のレーザーを放ってもやはり強度が弱まり、確実に撃墜するまでなんと15分から30分も照射し続けたという話もあるのです。また原理的に発熱しやすい兵器であるため冷却機能も必須となりますが、熱帯地域ではレーザー照射より冷却のための電力消費が激しかったという話もあります。このようにレーザーの運用はその日の天候や地域、季節など自然環境に左右されるというのが実情なようです。そう聞くと雨や雪を蒸発させ砂ぼこりも溶かすほどの強力なレーザーならいけるのではと思う方もいるのではないでしょうか。確かに出力の高いレーザーによって霧の水分を瞬時に蒸発させて光線の通り道を作ったという研究結果もあります。温度についても鉄と砂の融解温度は200度しか差がないので、鉄を溶かすレーザーなら可能そうです。ただレーザーは出力を上げると別の問題が出てくるのです。それが3つ目となるサーマルブルーミング現象というものです。これは簡単に言うと、レーザーの威力が高すぎるあまり空気そのものがレーザーを歪ませるという現象です。高出力のレーザーを照射すると光の通り道の空気が急激に加熱されます。するとその通り道の空気が陽炎のように歪むことで光線が屈折、拡散してしまい威力が落ちてしまうのです。これは高出力であるほど発生しやすいことから、レーザー開発を進める上で各国の大きな課題にもなっています。しかもこの現象は空気が加熱されれば発生するので、低出力なレーザーでも一方向に照射し続ければ発生しやすいと言われています。つまり既存のレーザー兵器でも直上や真正面など一方向の照射を強いられる場合は有効な迎撃ができない可能性があるということです。そうなれば当然ミサイルや機関砲などに頼るしかありません。天候の話もそうですが、このようにレーザーは敵と戦う前にまずは空気と戦わなければならないという独特な事情を抱えた兵器なのです。他にも威力を失った光線でも車線上にいれば失明する可能性があることや、精密機器すぎて現場で修理がほぼ不可能など独特な困りごとも存在します。まだ歴史が浅いというのもありますが、このような弱点などから各国ともミサイルと置き換えることは考えていないようです。確実に撃墜したい目標には迎撃ミサイルを、安価な無人機にはレーザーを使う
この使い分けが現在の最適解となっています。ただこれはあくまで現状の話です。レーザーの威力となる出力数で見ると、現在の主流となっている出力帯のさらに上が計画されています。特に 300kW 以上になれば音速を超えるミサイルの対処も可能になると見込まれていて、すでに多くの国が基礎研究に取り組んでいます。技術的課題は多いですが、将来的にはレーザーの役割や認識も変わっていきそうですね。いかがでしたか？レーザー兵器は私たちの想像ほど万能兵器ではないものの、各国がどれだけ力を注いでるかというのがわかるかと思います。安価な無人機が大量に押し寄せる現代戦において、数百円で迎撃でき、弾切れもないという圧倒的な優位性は他の既存兵器には実現できません。実際多くの国が試作機の段階で実戦投入するほど、その必要性は高まっているのです。現在はサーマルブルーミング現象への対策や、戦闘機に搭載できるほどの小型化も研究されています。もしこれらが実現すれば、戦術レベルで変化を与えるのは間違いありません。そして日本も取り組んでいるメガワット級が開発されれば、弾道ミサイルの対処だけでなく、ミサイル防衛の概念そのものが変わることも予想されています。現状、弱点など課題は多くあります。まだ始まったばかりのレーザー兵器、今後どこまで進化するのか目が離せませんね。